ご視聴ありがとうございます。車やデイリーライフチャンネルです。今回は、実動のエンジンですね、を2機ばらしていきたいと思います。1機目は、普通に実動のエンジンですね。で、2機目は、うちで一度オーバーホールしてあるエンジンを再度オーバーホールっていう形で、だいたいそうですね、5万キロか6万キロぐらい走行したって言ってましたね。で、次回、タービンなんかの仕様変更するっていうことで、オーバーホールっていう形でご依頼いただきました。で最近はちょこちょこ、お客さんに伝える形で、ショート動画を上げてたんですけども、普通の動画ですね、は、もうそうですね、10ヶ月ぐらい上げてないような状態で、っていうのがですね、編集ソフトの方が、よくわからないんですけど、と読み込むと白飛びしちゃって、全然映像が見れないような状態で、アプリのアップデートをした時になんか変な設定が入っちゃったみたいなんですよね。で、いろいろいじくり回してて、で、今回今流れてる映像の方も、白飛びしたのを、画面の、なんていうんですかね、色合いの調整ですかね。で、調整したやつで、編集の方をしましたね。で、白飛びの方は、なんとか設定の方で、いじくり回してたら、なんとか治りましたので、今後、投稿の方はしていけると思います。で今流れてる映像で、他の動画の方、見ていただいてる視聴者の皆さんにはわかると思うんですけども、場所が、変わりましたね。で、前、工場に使ってたところは解体して、で、新しい工場を建てるのに、引っ越しの途中っていうことで、こちらの方で、今、エンジンの方をばらしてますね。でこれ、撮っているのが、去年の夏場のやつなんですけども、引っ越した場所がですね、工場の端っこの方に、とりあえず陣取ったんですけど、エアコンがないんで、めちゃくちゃ暑いですね。で、前の工場の方、エンジンを組む工場の方ですね。エアコンが入ってたので、エアコンつければ、普通にエンジンが組んでられたんですけど、さすがにエアコンないところでエンジン組むのは大変ですね。バランスぐらいだったらいいんですけど、組むとなると結構きついので、組むのは、この時期は、夕方過ぎに組むことが多いですね。新しい工場の方は、できればまた空調の方が入るので、そうすればまた涼しい、暖かいところでエンジンの方の組み付けができると思います。今特にテロップも何も作らずに適当に喋ってるので、聞きにくい部分があったら申し訳ないです。なんだかんだで今半分いったところですね。これからインタメの方を外していきます。さっき話したように、編集ソフトの方が白飛びしちゃって、全然編集がはかどらない状態で、ただ動画の方は撮ってるので、どん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 溜まっていっちゃって、結構な数、今ストックがありますね。で、今回を機に、これから少しずつ、編集の方をしてあげていきたいと思いますので、また、投稿した際にはご視聴の方よろしくお願いします。で今、最後のローターハウジングの方を外していきます。で、今、ばらしてるエンジンの方の詳細なんですけども、最初に言ったように、実動してるエンジンっていうことで、ブローはしてないので、で、見た感じですね、マツダの純正のエンジンですね。で、シールの方で判断するんですけども、おそらく、マツダの正規のリビルドエンジンもしくは、新車時のエンジンっていう形だと思います。で、分解の方が終わったので、一応、ざっと確認していきたいと思います。
で、こちらローターハンディングの方ですね。傷の方は入ってなくて、ローターの方も大丈夫ですね。これはリアのローターハウジングですね。特に問題がないので、ローターハウジングは新品使うんですけども、お客さんの希望通りっていう形で、組み付けの方をしていきます。ローターハウジングの段の方も、そんなにはないですね。こちらが2機目のエンジンになりますね。で、最初に話したように、このエンジンはうちで1回オーバーホールしてあるエンジンになりますね。オーバーホール後、だいたい5万キロ、6万キロぐらい使ったエンジンになります。今回仕様変更するにあたって、圧縮を図ったところ、7キロ台がちらほらあるので、このままだと心配なので、タービン変える、ついでにエンジンの方もオーバーホールするっていう形でご依頼いただきました。うちも長いこと、ロータリーのエンジンの方を組んでるので、最近ですね、うちで組んだエンジンが戻ってくることが多々ありますね。で、今回のエンジンとは別なんですけども、同じオーナーさんで、前に一度オーバーホールしたエンジンを、再度オーバーホールっていうのも動画にしてありますので、後々、後で動画の方を上げていきたいと思いますけども、そちらの方も、ブローはしていないですね。水回りトラブルで入ってきたんですけども、そちらはそちらで、またその時に説明させていただきます。この時はすごい暑かったですね。で、一応扇風機もあるんですけど、動画撮るときに扇風機つけちゃうと音がかなりうるさいので、今回やってる最中は扇風機も止めてますね。で、知り合いがスポットクーラー使ってないのがあるから貸し上げようかって言われたんですけど、もう8月も終わりの方だったので、いいよっていうふうに断ったんですよね。ただ9月も暑くってやっぱ借りとけばよかったなと思いましたね。いや、こんなにのはきついですね。で、新しい工場の方も今年の夏ぐらいには完成するかなと思ってたんですけど、全然そんなことはなくて、やっと場所が決まって、手続きの方に入れればっていう形ですね。で、一通り、話したいことは話し終わったんですけども、で、今後の動画なんですけども、エンジンの分解動画が結構、お客さんから要望があってあげると思うんですけど、そちらに関しては、テロップで解説なしでやっていくことが多くなると思いますので、他の、動画に関しては、解説の方を入れていきたいと思いますので、では、だいたい周りの方は、バラし終わったので、ここからメインの方入っていくので、ここから軽く解説していきたいと思います。今、ステーショナリーギアの方を外して、大体ステーショナリーギアはメタルの方がダメなので、一応スラストベアリングの方から確認して、こちらステーショナリーギアですね。これももう擦れちゃって、オレンジ色になっているところはもうダメですね。で、リアのステーショナリーギアの方を外していきます。まずオイルシールの方外して、これは上がるかな。熱が入ってないとすぐ上がるんですけど、熱が入っちゃってるやつだと、ここは上がんないことが多いですね。とりあえず先にテンションボルトを抜いて、ステーションリギアの方はリアハウジング外した時に外していきたいと思います。じゃあテンションボルトを外し終わったので、リアハウジングの方を外していきます。で、外す時は叩く場所は気をつけて叩いてください。じゃないと割れちゃうことがありますので。で、リアハウジングの方が外れました。中はこんな感じですね。
まあ、そんなに熱が入ってる風はないんですけど、で、ステーショナリーギアのはこんな感じですね。後ろもダメですね。もう銅の色が出てきちゃってるんで、オレンジ色になってますね。で、次、ローターハウジングの方を外していきます。で、アペックスシールがばらけちゃうので、そーっと外します。で、実動してたエンジンなんで特に傷とかはないですね。で、ローターの方も特に問題ありませんね。で、こちらの方はアペックスシールですね。3つとも欠けてないですね。で、ローターの方はこんな感じで。まあ、カーボンもそんなに溜まってないですね。で、インターメの方を外していきます。で、これちょっと遅延の輪になってるので、面はこんな感じですね。特に歪みもなさそうですね。で、こちらが液栓ですね。で、フロントのウォーターハウジング。こちらも傷は特に入ってませんね。で、最後にローターです。で、ここから、ちょっと近づけて、こちらフロントハウジングの方ですね。で、フロントのローター、フロントのローターハウジング。で、インタメで、これがリアのローターハウジングですね。で、これリアローター。で、リアハウジング。まあ、動いてたエンジンなんで、特に問題はないですね。以上になります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。